第1章ささやかな楽しみと完璧なタイミング。田中陽子45歳、主婦。夫の悟47歳は中堅企業に勤めるサラリーマン。娘の美咲17歳は受験を控えた高校3年生。様子の生活はそんな家族を支えることを中心に回っていた。派手さはないが平凡で穏やかな毎日。それが彼女の誇りであり、ささやかな幸せだった。彼女の趣味はネットショッピング。家事の合間にスマホを片手に便利な日用品やちょっとした贅沢品を探すのが息抜きだ。特にもう何年も愛用している保湿化粧水は彼女の肌にとって欠かせないお守りのような存在だった。あら、もう切れそう。ある日の午後、洗面台の化粧水ボトルが残りわずかになっているのに気づいた。リビングに戻り、いつものソファに腰を下ろすと手慣れた様子でスマホの通販サイトを開く。よしとポイントも使ってと数回タップするだけで注文は完了。これでよし、 2,3 日後には届くわね。便利な世の中になったものだと陽子は満足げに微笑んだ。この時彼女のスマホの画面には美咲が文化祭で笑う写真が表示されていた。この穏やかな日常が、このささやかな楽しみがほんの数日後に悪夢の引き金となることなど様子は想像する由もなかった。第2章忍び寄る不在通知という名の罠。化粧水を注文してから2日後の昼下がり、様子はベランダで乾いた洗濯物を取り込んでいた。空は青く穏やかな日差しが降り注いでいる。今日はよく乾いたわ。美咲の体操服も。その時エプロンのポケットに入れていたスマホが短くブブッと震えた。あら、LINE かしら。美咲かな。洗濯かごを脇に置きエプロンで手を拭きながらスマホのロック画面を覗き込む。通知は LINE ではなかった。 SMS ショートメッセージだ。差出人は見慣れた宅配業者の名前、佐川急便。そして文面にはこうあった。お荷物のお届けに上がりましたが不在のため持ち帰りました。下記 URL よりご確認ください。もう来たの。様子は首をかしげた。ピンポン鳴らなかったけど洗濯物干してたから気づかなかったのかしら。ちょうど化粧水が届くタイミングと完璧に一致している。昨日サイトで配送状況を確認した時も本日お届け予定となっていた。もうドジね。私早く再配達の手続きをしなきゃ。ドライバーさんに2度手間をかけさせるのは申し訳ない。様子はそのメッセージが巧妙に仕掛けられた罠であることなど微塵も疑わず、文面に青く光る URL を何の警戒心もなく指でタップした。第3章本物と売り2つ、見破れない偽装サイト。タップした先に表示されたのはいつも利用している佐川急便のロゴが入った見慣れたウェブサイトだった。コーポレートカラーの青と緑の配色、荷物を運ぶ配達員のイラスト、そしてお問い合わせ番号を入力する欄。色使いもフォントもレイアウトも普段パソコンで荷物を追跡をするときに見る公式サイトと売り2つだ。と再配達の申し込みはここね。陽子が再配達はこちらというボタンをタップすると画面が切り替わりポップアップが表示された。お客様のセキュリティ保護とサービス向上のため最新アプリへの更新が必要です。下記よりアプリを更新してください。もう面倒ね。様子は小さくため息をついた。最近は銀行のアプリだのポイントカードのアプリだの何でもかんでも更新やアップデートを求められる。でもこれをしないと再配達してもらえないのかしら。早く荷物を受け取って今夜のお風呂上がりに使いたい。その一心で様子は画面に表示された OK ボタンを押した。するとスマホの画面が暗転し、今度は見慣れない警告文が表示された。提供元不明のアプリのインストールを許可しますか。お客様のスマートフォンとデータが危険にさらされる可能性があります。さすがにその不穏な文言に様子の指が止まる。提供元不明ってだって佐川さんの公式アプリの更新なのに変なの。一瞬強い不安が胸をよぎった。だがあの見慣れたロゴのサイトがまさか偽物であるはずがない。きっと Android の仕様か何かで大げさな警告が出てるだけよね。彼女はそう自分に言い聞かせた。早くしないと今日の最終便に間に合わなくなっちゃう。焦りが最後の理性を上回った。様子は危険性という言葉から目をそらし許可のボタンを
震える指で押してしまった第4章スマホの暴走と娘からの第一報、アプリのインストールを示すプログレスバーがスルスルと伸びていく。インストールが完了しました。その表示が出た直後だった。スマホの動作がまるで泥水の中を引きずられるように急激に重くなった。あれ？何これ？固まった。画面をタップしてもスワイプしてもほとんど反応しない。ホーム画面に戻ろうとしてもアイコンがカクカクと動くだけだ。故障？まさか。その時、重い動作の合間を縫うようにピコンと LINE の通知バナーが画面上部に表示された。娘の美咲からだった。ママ、なんか変な SMS 送ってきた？荷物が届きませんだって。 URL ついてるけど、これやばいやつじゃない？乗っ取られた？様子は心臓が氷水で掴まれたように冷たくなるのを感じた。何を言っているのか理解できない。私が美咲に SMS、必死でスマホを操作し、数秒かけてようやく SMS のアプリを開く。そして送信済みのフォルダを開いた。そこに並んだ履歴を見て、様子はひっと短い悲鳴を漏らした。全身が恐怖で凍りついた。お荷物のお届けに上がりましたが、不在のため、お荷物のお届けに上がりましたが、不在のため、お荷物のお届けに上がりましたが、不在のため、自分が見たものと全く同じ文面の SMS が自分のスマホから自分の名前で電話帳に登録されているあらゆる相手に勝手に猛烈な勢いで送信され続けていた。第5章鳴り止まない電話と加害者の烙印自体を飲み込むよりも早くスマホが狂ったように鳴り出した。画面には鈴木さんママ友の文字もしもし鈴木さん、もしもし田中さん、陽子さん。電話の向こうから切羽詰まったような甲高い声が飛んできた。さっき送られてきた SMS、 あれ何？荷物が届かないって？私何も頼んでないのに。それ私じゃなくて URL うっかりタップしちゃったのよ。そしたら変なサイトに飛ばされて、これウイルスじゃないの？どうしてくれるのよ。ごめんなさいガチャンと乱暴に電話が切られる。その瞬間、間髪入れずに次の着信が鳴る。今度は学生時代の友人 A 子だ。様子？あんたアカウント乗っ取られた？なんなのあれ。A 子、ごめん、私何か変なの押しちゃったみたいでじゃないわよ。こっちのスマホも動作が重くなったんだけど、あんたのせいでウイルス入ったら修理代払ってくれるわけ？冗談じゃないわよ。もう電話してこないで。親戚のおばから、昔パートが一緒だった佐藤さんから、習い事のヨガ教室の先生から、電話帳のデータが全て抜き取られ、無差別にウイルス機の SMS がばらまかれている。あなたのせいでスマホがおかしくなった。個人情報が抜き取られたらどうするんだ。いい加減にしてくれ。電話に出るたびに浴びせられるのは不安と怒りと様子を加害者として断罪する言葉だった。ごめんなさい、私じゃないんです。押さないでください。様子はただパニック状態で謝り続けることしかできなかった。スマホは異常な熱を発し、まるで生き物のように不気味に熱い。やめて、もうやめて。様子は鳴り続けるスマホをテーブルに放り出し、両手で耳を塞いだ。だが着信音は止まらない。まるで様子の罪を責め立てるサイレンのようにリビングに鳴り響いていた。第6話清の叱責と崩壊する家庭。夜8時、玄関のドアが開き、夫の悟が重い足取りで帰ってきた。ただいま。その声はいつもより数段低く、怒気をはらんでいた。様子は泣き晴らした目でリビングの入り口に立った。あなた、お前、なんてことをしてくれたんだ。悟は様子の顔も見ずにネクタイを乱暴に緩めながら言った。何って、スマホだ。お前のスマホからうちの部長の奥さんにまで変な SMS が送られたらしいじゃないか。様子の電話帳には夫の会社関係者の連絡先もいくつか入っていた。今日会社で部長に呼び出されてこっぴどく怒られたよ。奥さんの教育はどうなってるんだって。ごめんなさい、私そんなつもりじゃなかったら。なんなんだ。悟の怒鳴り声が部屋に響き渡った。だから言っただろ。怪しい URL は絶対に触るな。迷惑メールはすぐに削除しろって。あれほど
あれほど言ったのに。なぜできないんだ。だって本物だと思ったんだ。もう荷物が届くタイミングだったから。言い訳するな。悟は持っていたカバンを床に叩きつけた。お前のせいで俺の顔に泥を塗られた。俺の出世に響いたらどうしてくれるんだ。世間体、会社の評価。悟が心配しているのは妻の安全や心の傷ではなく、それだけだった。お前はもう加害者なんだぞ。分かってるのか。加害者。今日何度も聞かされた言葉だが、夫から突きつけられたその言葉はどんな罵声よりも重く、様子の心を砕いた。その時だった。悟のスマホに離婚とメールの通知が届いた。なんだこれ。悟が眉を潜めて画面を見る。それは家族の携帯料金をまとめている契約キャリアからのメールだった。悟はその文面を無言で読み上げ、そして絶望に染まった顔で様子を睨みつけた。キャリア決済のご利用5万円のお知らせ。5万円？キャリア決済って私何も買ってないわよ。お前のスマホからだ。悟が地を這うような低い声で言った。ウイルスに感染したお前のスマホから勝手に決済されたんだ。5万円。俺たちの金が取られたんだよ。そんな家族の情報も夫の信頼も、そして大切なお金まで、もうお前にはスマホは持たさん。悟はテーブルの上で震え続ける陽子のスマホをつかむと、電源ボタンを長押しし強引にシャットダウンさせた。明日解約してくる。そんな美咲との連絡はうるさい。お前にそんな資格があるか。うわー。様子はその場に崩れ落ちた。家庭が自分のせいで音を立てて壊れていく。冷たく見下ろす夫の視線を感じながら、様子はリビングの床で声を殺して泣き続けた。第7章絶望の淵と失われた思い出。翌朝、ほとんど眠れないまま夜を明かした陽子は憔悴しきった顔で一人バスに乗り、駅前の携帯ショップに向かっていた。夫は一言も口を聞かずに出勤していった。娘の美咲も腫れ物に触るかのように気まずそうに学校へ向かった。携帯ショップは開店と同時に多くの客で賑わっていた。番号札を取り待つこと30分。ようやく呼び出された陽子はカウンターの若い女性店員に震える声で事の経緯を説明した。お客様、それはスミッシングですね。店員は他の客に聞こえないよう声を潜めながらも冷静な口調で告げた。その手口、最近非常に増えています。このタイプのウイルスは非常に悪質で、お客様が電源を切っていても SIM カードが刺さっている限り抜き取った情報をもとに活動を続ける可能性があります。店員はそう言うと、手際よく様子のスマホから SIM カードを抜き取り回線を物理的に遮断した。これでひとまず通信は止まります。ありがとうございます。様子の全身から力が抜けていく。それでこのスマホ治りますよね。陽子が最後の望みをかけて恐る恐る尋ねる。中の写真とか動画とか消えませんよね。店員は答えにくそうに視線を落とし、そして静かに首を振った。この端末は残念ながら初期化する以外に安全を確保する方法はありません。初期化。はい、工場出荷時の状態に戻します。保存されているデータはバックアップを取っていない限り全て消えてしまいます。全て消える。その言葉が様子の頭の中で鈍い鐘のように鳴り響いた。スマホの中に保存されていたかけがえのない思い出。美咲が生まれて初めて笑った時の写真。七五三で慣れない着物に不満そうな顔をしていた写真。中学の入学式でブカブカの制服を着て照れくさそうに笑う写真。数年前に亡くなった愛犬の小太郎が元気にボールを追いかけて走り回る動画。小太郎と呼ぶと嬉しそうに尻尾を振って駆け寄ってくる最後の姿。そんな全部消えちゃうんですか。クラウドにバックアップの設定をされていれば残っている可能性も。クラウド？よくわかりません。様子はスマホの機能のほとんどを使いこなせていなかった。そうですか。店員の同情するような視線が様子に突き刺さる。では初期化の手続きに入りますね。止める声は出なかった。思い出も信頼もお金も全てを失った。自分に残されたのは加害者という烙印と空っぽのスマホだけ。様子はカウンターに突っ伏し声を殺して泣いた。もう
涙も枯れ果てたと思っていたのに、第8章法律という武器と家族の再結束、重い足取りで家に着くと、リビングには昨夜あれほど厳しかった悟と学校から早退してきた美咲が神妙な顔で座っていた。初期化してきた陽子が力なく告げると、悟は立ち上がり様子の前に進み出た。そしてすまん、深々と頭を下げた。昨日は俺も動揺してた。会社のことばかり考えて、お前が一番辛い時にひどい言葉をぶつけてしまった。本当にすまなかった。お父さん、様子の目からまた涙があふれた。ママ、大丈夫。美咲がノートパソコンを抱えて駆け寄ってきた。私も昨日の夜からずっと調べてたんだ。ママのせいだけじゃない。悪いのは 100% 詐欺グループだよ。美咲はパソコンの画面を様子に見せた。そこにはびっしりと検索結果が並んでいる。こういう手口は刑法っていう法律の詐欺罪や不正指令電磁的記録に関する罪っていうウイルスを作ったり広めたりする犯罪にあたる可能性があるんだって。法律。それにキャリア決済の5万円も諦めちゃダメ。ちゃんと申請すれば保証制度で戻ってくるかもしれない。だから絶対に泣き寝入りしちゃダメだよ。美咲の力強い言葉に様子の目にかすかな光が戻り始めた。美咲、あんたそれだけじゃないよ。美咲はスマホのスピーカーフォンをオンにした。さっき消費者センターの全国共通ダイヤル188にも電話して事情を説明したんだ。はい、お話を伺う限りそれは非常に悪質なサイバー犯罪です。電話の向こうから冷静でしかし力強い女性の声が聞こえてきた。被害の拡大を防ぐためにもご家族ですぐに最寄りの警察署のサイバー犯罪対策課に被害届を出すべきです。絶対に一人で悩まないでください。警察、昨日まで自分が加害者として裁かれる側だと思い込んでいた。だが違う、私も被害者なんだ。ああ、そうだな。悟が様子の肩を強く抱いた。俺も会社に事情を説明してきた。部長もそうだったのか。奥さんも大変だったなって理解してくれた。悟は様子の両目を見つめていった。俺たちも一緒に行く。失ったものは大きいが戦おう。家族であいつらと戦おう。様子は夫と娘の顔を見て今度こそ力強くうなずいた。第9章動かぬ証拠と詐欺グループの特定。その日の午後、田中一家は警察署のサイバー犯罪対策課を訪れていた。応対したのはサイバー犯罪に精通した頼もしい雰囲気の捜査官だった。陽子たちはこれまでの経緯を包み隠さず説明し、集めた証拠をすべて提出した。不正利用されたキャリア決済の明細、様子に届いた偽 SMS の履歴とタップした正確な時刻、美咲が自分のスマホから履歴を突き止めた偽サイトの正確な URL、そして友人たちに転送されてしまった SMS の文面と美咲が絶対に開いちゃダメと回収したウイルスそのものである不正アプリのファイル。捜査官は次々と提示される証拠に目を見張った。これだけ詳細な証拠が揃っているのは非常にありがたい。捜査官は特に不正アプリのファイルと決済情報を指さした。ウイルス本体と金銭が動いた明確な証拠。これが犯人を追う上で何より強力な武器になります。よくぞここまで集めてくださいました。その力強い言葉に陽子たちは深く頭を下げた。被害届は正式に受理された。それから数週間が過ぎた。日常を取り戻しつつあった田中家に警察から一本の電話が入った。田中さんのご主人ですか？先日ご提出いただいた情報が決め手となり、本日スミッシング詐欺グループの国内アジトを特定、主犯格の男たちを逮捕しました。その夜のニュースでアジトから押収された大量のスマホやパソコン、そして他人名義のプリペイドカードが映し出された。私たちの情報が役に立ったんだ。ヨースはテレビの前で静かに涙を流した。それは絶望の涙ではなく、長い戦いを終えた安堵の涙だった。第10章を取り戻した日常と消えない教訓。結局様子のスマホから失われたかけがえのない思い出のデータは二度と戻ってこなかった。しかし家族の絆は
この事件を経て、以前よりもずっと強く、確かに結ばれていた、不正利用されたキャリア決済の5万円は、警察への被害届が受理されたこと、そして消費者センターからの助言もあったことで、携帯キャリアの保証制度が適用され、無事に全額が返金された。様子は、迷惑をかけてしまったママ友たち一人一人に、改めて誠心誠意謝罪して回った。そして、自らの失敗と、そこから立ち直った経緯を、包み隠さず話した。私のせいで、本当に怖い思いをさせてごめんなさい。そして、あの時は取り乱して、ひどいことも言ったかもしれない。ごめんなさい。陽子さんこそ大変だったのね。私たちも、いつ同じ目に遭うかわからないわ。教えてくれてありがとう。恥ずかしさを乗り越えて事実を話す様子に、友人たちも勇気ある行動だと理解を示してくれた。失ったものは大きかったが、得た教訓もまた大きかった。デジタルリテラシーを学び直した陽子は、今では怪しい URL は、絶対タップしない2段階認証は必須と、家族や友人に注意喚起する側になっている。新しくなったスマホには、まだ写真は少ない。だが、その待ち受け画面には、先日、家族3人で出かけた公園で撮った、ぎこちなくも、晴れやかな笑顔の3人の写真が、誇らしげに保存されている。今回の法律 Tips、今回のケースのように、宅配業者などを装った偽の SMS で URL をクリックさせ、不正なアプリをインストールさせる手口は、スミッシングと呼ばれます。万が一、インストールしてしまった場合、スマートフォンが乗っ取られ、個人情報が抜き取られたり、金銭的な被害が発生したりする可能性があります。1、不正指令電磁的記録に関する積みウイルス作成強要罪。今回のように、ウイルスを含んだアプリをインストールさせる行為は、刑法に定められた犯罪に該当する可能性があります。犯人は、法によって裁かれます。決して、被害者が加害者として責められるものではありません。2、キャリア決済の保証制度。不正利用されたキャリア決済は、携帯電話会社が提供する保証制度の対象となる場合があります。警察への被害届の提出が条件となることが多いので、被害に気づいたら、すぐに警察と契約キャリアに相談してください。泣き寝入りする必要はありません。3、相談窓口。宅配業者は、原則として SMS で不在通知や再配達の案内を URL 付きで送ることはありません。怪しいなと思ったら、たとえタイミングが合っていても、絶対に URL をタップせず、すぐに削除してください。万が一、被害に遭ってしまったら、一人で悩まず、最寄りの警察署のサイバー犯罪対策課や消費者ホットライン188にすぐに相談しましょう。本動画はフィクションであり、専門的な法的助言ではありません。実際のトラブルについては、必ず弁医務具士等の専門家や国民生活センター消費者ホットライン188などの公的機関にご相談ください。この動画が気に入ってもらえたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。これからもスカッとしながら法律を味方につけるエピソードをお届けします。